スパイのバサラカ6月23日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ラジオネーム猫屋さん。ありがとうございます。洋介さん、健太さん、バサラカスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールさせていただきます。うんスパイのファンになって約1年半ほどになりますが、うん Just Like This の歌詞でみんなが歌う部分がどうしても聞き取れません。うん Just Like This なのか、Just Like This なのか、うんもしくはもっと違う歌詞なのか。うん歌詞を検索しても載ってなく、サブスクでの曲の歌詞表示にも載ってません。私の友達等々でうんスパイのファンがいないし、ライブ友達もいません。うん SNS 等々でつながったりするのも苦手なので、誰にも聞けず今に至ります。うん今年の JLT もチケットをゲットでき参戦予定です。素晴らしい。自信を持ってあの部分を歌いたいです。ぜひとも教えていただきたいです。ありがとうございます。なんて言ってんの？俺もさ、わかんない。うんあそこ俺歌わないから。そう、確かにね。まあ、あれは just like this ですね。だよね。うん。そう、just の繰り返しうん。です。まあ、はいスパイアって結構ああいうところの歌詞載せないよね。なんか陽介のそれこそシャウトの部分とかもさ、載って歌ないでしょ詞載ってないから空耳が出たわけじゃん。リバースの。最近載ってる。あ、最近のだ最近は載ってんだ。でもいやリバースは載ってない。はいはい。それ追加した追加した追加したんだ。いや、それはあれですか、カスタマーのためカスタマーサービスのの一環としてってことですか？載せたのはなんかそういう空耳ない方がいいなと思って載せたってこと？そこまでは思ってなかったんだけど。はいはい、そこまでは思ってなかったと今まで。はい、お問い合わせが多い。お問い合わせが多いはい洋介さんもはい健さんも載せた方がいいんじゃない？あ、陽介ももみけも載せた方がいいんじゃないかっつって、うんうんうんいやこのさ、俺さ、今そういうことについては、うんなんていうの、世界的なうん。流れとしてそうした方がいいじゃん多分。まあね。この全てをクリアにした方がいいみたいなうんうんうん流れはあるじゃん。うん俺ちょっとそれにそれをちょっと切りたいなっていうどうしたどうした？そう切らない載せることが正義ではないと。はいはいはい。それ全てね、はいはい。なんていうの、白か黒しかない世界って一番つまんないじゃん。まあね。やっぱそういう空耳も面白いじゃん。で、俺好きなのよ空耳って、ますっごい。あまあ。うんうん。でなんか海外のさ、うんその楽曲うん洋楽とかは、まあ、今だとサブスクで歌詞流れるけど、うん。もう歌詞なんか多分基本みんな見てないじゃん。聞いてない。メタリカとかね。そう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 。バケツリレそうー。水よこせよ。そういうさ、うんなんていうの、おもろいじゃんそれがっていう。いやまあね。そうでなんかやっぱ日本人の習性として、うんもう知りたがる、白か黒かをつけたがるじゃん、すごい。いや本当にね思う、うん日本人は知りたすぎる。そうもう知りたがりがすごいからやっぱり。だからうんなんだろうね、わびさびで、そうそういうさ感性を持ってるはずなんだよ、そうなのそういうあるのよさ答えのない、さグレーのね、そうそうあるちょっとはず。ね、うんそれぞれの解釈で、うん受け取れるさ、うんものがあるのに、うん歌詞もいやうんまあさすがにそう本文のね、本文は本文あったはそれあるからいいけど、それはそう、うんでもあれ載せてないでしょ、だってんダーリンの俺がゴニョゴニョ言ってるあれ載せてないでしょね、うんそうそう、ああいうのは載せないそう方がいいよね。ああいうのってさ、うんそれこそサムライハートで言ってもさ、たったらたったたび回ってさ、あれあれ鼻水だ、あれ何言ってんのみたいな。でもさ歌う人によってあそこ違うわけじゃん、そうねその言い方とかさ、うんうん発音の仕方とかは。でもそれが面白いじゃん、うんなんかやっぱ楽曲を聴くときに、あ、この人こんな風に歌うんだとか、うんあれなんかさ、こうそういう余白がなくなっていくのが俺はすごく、うん悲しいなとも思ってるしんかね、押し付けにもなっちゃうね、そうこっちからの、そうだから最近なんかさ、うんその YouTube とかでもうん回る動画って、うんなんていうの、白とか黒をはっきりつけてる動画じゃないわけよはいはい、基本。うんまあもちろんこれをこう使うと便利だよとか、うんうんそういうのはまあもちろんねあるんだけどな、うん回る回数の多いものとして動画はあるんだけど、うん都市伝説とか都市さ、伝説ね、あと幽霊とかさ、うんうん超回ってるよね、そう人コアとかさ、うんうんその結局好きなのみんなそれじゃん。そうそう答えのない不思議なことを、うん自分の関係ないところで起こってるものを見るのは好きなわけじゃん。自分が人コアとかさ心霊体験するのは嫌だってみんな言うけど、でもそういう体験は知りたいわけじゃん。うんそれ消してってるのみんなだよって俺思っちゃうの、うん、まあねそうそれはあるよね。じゃあそれってうんどうなの、そうって知ってしまったらさ
おもろくないじゃん。おもろくないよね。そうまあ猫屋さんに関してはこれは歌いたいってことなんで、ん僕らがちゃんと答えを言いますけど、just like this って言ってるっていうのは、ただ全てを知りたがるのも、まあよくはないかなって最近のね流れとして、知らないことの方がいいことってたくさんあるしね。そうそうやっぱそうなんすよでもこれもねやっぱね AI のせいだと思う。早いから答えが返ってくるの。確かにね。そうそう。いやこれは前、もう何回も言うけど俺はもう日本の教育の問題だと思う。おそこに切り込んでいく。やっぱりね日本の教育はね、そうやっていろいろはっきりとさせるものが多い。まあそれはそうだね。国語の問題に対してさ、作者とかその主人公がどう思ったか書きなさいみたいなのあるじゃん。わかる。あれもさ、本来罰なんてないの。ない。俺あれ全部白紙で出してたもん、ムカついて問題がお前作者じゃねえだろって思ってたから先生が。そういうことなのよ。でもそれを先生が提示しちゃうから。そう子供の頃から。あれもそうよね。算数の足し算とかもさ、その要は 1+1 って書いてあるじゃん。で答えを書けじゃん。あれ1+まあ2の答えが2の場合は 1+1 しかないからいいんだけど、でも 0+2 でもいいわけじゃん。要は問題が2が答えの場合、で答えの方を俺書いてほしかったのずっと。わかる？導き出し方いっぱいあるじゃん。まあね。いや答えが6の場合何通りかあるじゃん。足し算でも。それなんか引き算の問題とかあったでしょ。いやそれはさでもさベースが問題があって答えを書くじゃん。テストの要は回答って基本。でも方程式とか割とそうじゃない？ごめん勉強してなかったからあんま分かんない。結局その答え足し算のところしか分かんない。この答えになる方程式をね、この答えになるで X は何かみたいなのを求めるわけじゃん。でもそれ方程式を書くやつでしょ。方程式を書くっていうか、その答えになる。じゃあその方程式を使わないでその答えを導き出した場合どうなるの？どういうこと？だからその答えがあるじゃん。答えがあるじゃん。だから6っていう答えがあります。あります。イコール6があります。そうイコール6があります。じゃあこの最初の要はなんていうの計算のところを要は問題にしてほしいってことで、そこの答えっていっぱいあるじゃんっていうこと。だから6を掛け算で作ってもいいわけじゃん。でそれを答え合わせする数学の先生が多分やめるよ。だっていや幾万通りあるわけだから。いいじゃん。だって俺はびっくりしたよ。どっかの国はそれらしいからね、教え方が。そもそもインドとかかな。もうインドなんだ。インドはやっぱ数学強いよ。みんみなだってそろばんやってたもん。でもそろばんってすごいって言うよね、あれやっぱり。何の話や分からない教育の話だったということで教育を見直そう。本編収録準備できたのでアイドリングトークここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。お願いします。それでは本編の収録へ行ってきます。